皆さんこんにちは、日月美和です。今回は日本画の絵の具の一つ、鉄八についてご紹介しようと思います。鉄八というものはなかなか聞きなじみがない方も多いかもしれませんが、これは先日ご紹介した岩彩がより大きい器に入った絵の具です。なのでこれも岩彩と同様ににかわは使わずに水だけで溶くことができる絵の具です。ですが私はこの鉄八は岩彩よりも日本画らしさが濃い絵の具だと思っています。というのはなぜかというと、この鉄八というのは一色ずつがこのような陶器の皿に入った状態になっているので、色ごとに絵皿を並べて描く日本画らしさを味わうことができますし、またこの絵の具を実際に指で溶くことで日本画独特の雰囲気を体感できると思います。鉄八も絵の具としての使い心地は岩彩と似たようなものですが、今回もチューリップの花の絵を私がこの絵の具で塗っていくところをお見せしますので、使い方の参考にしてみてください。それでは始めていきましょう。はい、ではまず鉄八を開けてみましょう。いくつかの会社で作られているようですが、私が使用するのは京都の彩雲堂さんのものです。1色ずつの単品もありますし、このようなセットになったものもあります。こちらも岩彩と同様に日本らしい落ち着いた色合いの絵の具が12色入っています。新品はこのように紙に巻かれているので取り外してから使用してください。ちなみに彩雲堂さんのものはこのようにお皿に名前が入っています。岩彩とはまた違う独特な雰囲気が素敵な絵の具です。では鉄八の溶き方をご説明します。まず水を数滴垂らして指で撫でるだけです。固まっていた絵の具の表面がまんべんなく柔らかくなれば OK です。どの指を使ってもいいのですが、私は中指で溶いています。もう一度やります。まず水を3滴ほど垂らして指でくるくると絵の具を溶きます。もちろん岩彩と同じように筆で撫でてもいいのですが、真ん中ばかりへこんでしまったり、また色がきれいに溶けなかったりもするので、まず指で均等に溶いてから筆を使って取るというのをおすすめします。そして溶く前と溶いた後で絵の具の色が違うことにお気づきでしょうか。溶いてから時間が経つと乾いて初めの色に戻ってしまうので、そうなった場合はまた指で溶いてから使用してください。この指で絵の具を溶くという行為は日本画制作では基本でもあるので、鉄八を使って練習しておくといいと思います。それでは実際に彩色してみましょう。使用するのは藤木、朱、胭脂、白群、群青、白緑、緑青、そして五粉です。これらの色を使ってチューリップを彩色していきます。岩彩と同じように梅皿を使ってもいいですが、今回は普通の絵皿を使います。五粉と藤木を混ぜて花びらのベースの柔らかい色を作ります。彩色は初めは薄い色から塗っていくと失敗しにくいです。続いてまた少し濃い色を作ります。先ほどの黄色の上に少しずつ重ねていきます。大きさと溶き方は違いますが、使い心地は岩彩とほとんど同じです。五粉と白緑を混ぜて葉っぱのベースとなる色を作ります。
この白六の色というのは青色と一緒に使ってもまた黄色と一緒に使っても濁らずに響き合うとても使いやすいいい色だと思います。なので葉っぱは初めはこの色から始めると後から書き込みがしやすくなると思います。5分と朱に少しだけえんじを混ぜてピンクを作ります。暖かい色味のチューリップになるように少しずつ塗っていきます。ここでは一つの絵皿の中でスペースを分けて色を作っていますが、はじめは梅皿のようなもので1色ずつ作る方がやりやすいと思います。花びらの脈を意識してさらに濃い色を加えていきます。6章を使って葉っぱにも濃い色を入れていきます。さらに白群を使って少し青みを足していきます。今は藤木と朱という同系色を少し混ぜているだけなので大丈夫ですが、たくさん色を混ぜていくと濁ってしまうので気をつけてください。花の脈に沿ってさらに書き込みます。濃い色を足して立体感を出していきます。下に塗った色を消しすぎないように注意して少しずつ書き込みながら花びらの質感を出していきます。群青を使って葉っぱにもさらに濃い色を入れていきます。葉っぱも脈を意識して塗っていくと立体感が出てきます。花と同じぐらいの書き込みになるように葉っぱの方も進めていきます。岩彩も鉄鉢もそのままでも落ち着いた優しい色合いなのですが、少しだけ5分と混ぜて使うことでさらに色合いが柔らかくなって他の色との調和も良くなるので、5分も一緒に使ってみることをおすすめします。葉っぱも花もまんべんなくしっかり描けたら完成です。出来上がったチューリップはこんな感じです。あくまで私の塗り方ですが、少しでも参考になったら幸いです。はい、というわけで鉄鉢の使い方についてご紹介しました。いかがでしたでしょうか。岩彩と鉄鉢は水だけで使うことができる絵の具なので、そこまで難しくはなかったかと思います。ですので、ぜひこれらの絵の具や筆を使ってたくさん絵を描いてみてください。
次回は水飛絵の具についてご紹介しますので、もっと本格的に描いてみたいという方はぜひそちらもチェックしてみてください。今後もこんな風に日本画の描き方に関する動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。母さん寝息入ってる。母ちゃん、スースー言うてんの入ってちょっとお母さん、いびき入ってる。またお会いしましょう。笑ってん。よかった。